アダルトチルドレンの人生は事実として俺は劣っている、私は誰からも愛されないと感じる出来事ばかりが起こるのだから、それが真実としか思えません。でも本当はそこまで劣っていないし、あなたにだって好意を持ってくれる人はいるはずですよと言われても信じないと思います。そんな気休めやめてくれと感じる人もいるかもしれないし、もうそういう傷の舐め合いはヘドが出ると思っている人もいるかもしれません。このことを何回お伝えしても信じてくれないと思います。それでも地球は回っているんです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。いきなりですが、想像してみてください。皆さんは1540年代に生きています。今は誰もが地球は回っていると知っていますが、1540年代なので一旦それを忘れてください。そんなある日、いきなりコペルニクスが回っているのは太陽ではなくて地球の方だと言いました。皆さんは信じられると思いますか？体感としては自分、つまり地球は動いているような気がしない。そして毎日太陽が東から昇って西へ沈む。こうなると絶対に回っているのは太陽だと言い張らないでしょうか。だって体感はそうとしか感じられないんです。自分は絶対に正しく、コペルニクスは頭がおかしいと感じないでしょうか。実はアダルトチルドレンはこれを現在でもやっています。例えば、俺は劣った存在。私は誰からも愛されない。私は迷惑な存在。と、堅くなに信じ込んでいます。堅くなです。なぜなら、体感としては、本当に劣っているような体験をしているし、本当に誰からも愛されないと感じる人生を送っているし、本当に周りに迷惑がられているからです。昔の人は最初は信じなかったけど、最終的には地動説を受け入れました。今日は皆さんにも事実としか思えない堅くなな信念は、実は間違っているかもしれないと理解してもらうための話をします。1、自己達成予言とは。2、コペルニクス的展開をするには。3、証拠や裏付けを探す。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。まずは、堅くななネガティブな信念が現実としか思えない理由から話します。アダルトチルドレンは、俺は劣った存在。私は誰からも愛されない。私は迷惑な存在。このように思い込んでいる人が多いです。でも本当は劣った存在じゃないし、好きになってくれる人もいるし、価値のある存在です。このように言うと、そんなことない。実際に今までは何もできなかったし、一度も愛されたことないし、みんなに煙たがられてきた。それが証拠だ。と言います。そしてこれは嘘ではなく、本当に今までの人生ではこの人の言う通りだったと思います。この世界で生きている時の体感では、本当にそうとしか感じられなければ、そのようなネガティブな事実を繰り返せば繰り返すほど、そのネガティブな思い込みを強くします。そしてその思い込みを堅くななまでに強くした状態が今です。でもこれは自己達成予言です。どういうことかというと、多くのアダルトチルドレンは
俺は劣った存在。私は誰からも愛されない。私は迷惑な存在。このようなネガティブな思い込みができるような環境で育ってきます。例えば、心が未成熟な親は子供の成長を待てません。つまり、子育ての忍耐力がない親は自分に手間がかかることを耐えられないので、5歳の子供に10歳を要求します。だから5歳らしい行動をすると怒ります。また、劣等感が強い親は子供に立派や完璧を要求します。子供が60点では満足できないし、褒めないし、愛せません。それどころか、なんでお前は60点しか取れないんだと怒ります。このような環境で育ってくれば子供は、俺は劣った存在だと思い込みます。あるいは、親が自分にしか興味がなくて子供の心に無関心だったり、自分の欲求を満たすことだけしか考えられない人で、子供を愛することができない人であれば、子供は私は誰からも愛されないという思い込みを作るかもしれません。同じように自己中心的な親に役に立たないと怒られていた人は、私はただ存在するだけでは迷惑な存在という思い込みを作っておかしくありません。このようにしてできた強い信念は心の深い部分に刻み込まれます。そして人はこのように強い信念が心の根っこにあると、現実世界の中でこの根っこの信念に合う情報だけを集めます。どういうことかというと、俺は劣っているという堅くなな信念があると、成功してもこれは運が良かっただけとか、誰かのおかげで成功しただけと解釈します。そして失敗すると、自分が劣っているからだと信念通りに解釈します。それだけではなく、この強い信念を通して未来を予想したり思考を抱くようになります。つまり、いつもネガティブ思考になります。そして人は思考によって感情や行動が左右されるので、ネガティブ思考をしている人はネガティブな行動をします。例えば、俺は劣った存在と強く信じ込んでいれば、行動が萎縮的になるので、希望すれば受けられる昇進試験を、俺にはどうせ無理だと思って受けなくなるかもしれません。受けなければ昇進できないので、やっぱり俺は劣っているという思い込みを強くします。これで終わると説明が普通すぎるので、もう少し付け足すと、挑戦しないからスキルが育たないんです。何事もやらなければスキルは育ちません。でもどうせ無理だと思って挑戦しないから、欲しいものが得られないだけではなく、スキルが育っていないんです。そこで友達や同僚がうまくいっているのを見ると、自分とはレベルが違うと感じます。だからあなたにだって挑戦すればできるんだよと言われると、できるわけがない、お前は俺のことを何も分かっていないと感じます。まだあります。萎縮した態度は周りから見ると、頼りなさそう、やる気がなさそう、このように見えます。そこで何かを任せるのは無理だなと、周りの評価も下がる傾向にあります。その結果が今の状態です。確かにここだけを切り取ってみると、周りの人と比べて劣っているかもしれません。そこで俺は間違いなく劣っていると確信しています。
誰でも最初はできませんが、ポジティブな人はそのうちできるだろうと思って行動していくうちにスキルや周りの評価を育てています。アダルトチルドレンは小さい頃にネガティブな思い込みができただけであって、最初から劣っていたわけではありません。最初にネガティブな思考があったので、その結果行動が萎縮して周りの評価をも失ってどんどんネガティブな思い込みを強くしたんです。次は私は誰からも愛されないという思い込みも見てみましょう。私は誰からも愛されないという強い信念があれば、好きになっても傷つけられるのではないか。告白しても断られるに決まっている。このような思考が出てきます。そこで行動が自己防衛的になります。好きな異性がいても、私はあなたに興味がありますという態度は見せずに、あなたに興味がありませんというまるでお高く止まっているような態度になります。仮に話す機会があっても、浅い人間関係にとどめ、自分から深く踏み込むことを避けます。もちろん相手を嫌っているとか、自分を高く置いて相手を見下しているわけではなくて、傷つかないように無意識で自己防衛をしているだけです。でもこの人のこのような態度を見て、この人は自分に自信がなくて自己防衛をしているなぁと分かる人などほとんどいません。このような態度は周りに、こちらを嫌いなんだろうとか、親しくなりたくないのだろうと誤解されやすいです。そこで相手もこちらと深く関わろうとしなくなります。その結果、やっぱり私は誰からも愛されないと確信します。自分が先に心を閉ざす。相手も距離を取る。結果的に孤立する。孤立するから、やっぱり私は誰にも必要とされていないと思い込む。そこでもっと心を閉ざす。という悪循環です。経験とともに、私は誰からも愛されないという信念を強くしています。そこで付き合うことになっても、ちょっとしたことで相手を信じられなくなって、本当に自分に興味があるのか、もう好きではないのではないか、と疑い続けるために関係がこじれやすいです。これも実際に現実世界で人と親しくなれなかったり、付き合ってもすぐにこじれてしまったりしているので、私は誰からも愛されないが事実としか思えません。私は迷惑な存在という強い信念も同じです。自分は価値がある存在と思っている人は積極的に行動しますが、自分は迷惑な存在だと思っていれば行動が萎縮します。例えば何かのサークルの集まりで、あなたは経験者だからリーダーをやってとみんなに言われたとします。自分は迷惑な存在だという堅くなな信念がある人は、自分なんかがリーダーをやったらみんなに迷惑をかけると思って、とんでもない、私には無理ですと断るかもしれません。すると、やらないということでみんなに迷惑をかけているかもしれません。あるいは、自分は迷惑な存在だと思って怯えている人は、仕事でも自分からバリバリやるより指示待ち族になりやすいです。こうなると自分だけぼーっとしている時間が増えて、周りの目が気になってきます。そして怯えている人は悪く解釈してしまいます。そこで
あいつはサボっていると思われているだろう。あいつは役に立たないと思われているだろう。このような思考が湧いてきます。するとどんどん萎縮して、どんどん隅っこに行きます。こうなると本当に周りにもっとちゃんと仕事してと言われるかもしれないし、白い目で見られるかもしれません。そこで、やっぱり私は迷惑な存在だと確信します。これも私は迷惑な存在という信念が萎縮する思考を生み、その思考が萎縮する行動を生んだんです。その結果、本当に現実の世界で迷惑がられるようになっています。これが自己達成予言です。今までの現実がこうであれば、こうとしか信じられないのは当たり前のことです。だから本気でそう信じ込んでいます。これは別に頭が悪いとか、ひねくれているとかではなくて、当然のことです。でも、現実に問題があるのではなくて、自分のネガティブな堅くなな信念に問題があるんです。ではどうやってこの堅くなに信じ込んでいる信念を覆すかという話です。堅くなな信念は実は真逆だったということに気づきたいのだから、これはコペルニクス的展開が必要です。なのでまずは地動説を考えてみましょう。オープニングでも話したように、体感としては間違いなく自分がいる地球は動いていないと感じるし、太陽は東から昇って西へ沈んでいます。ではどうやって地動説を信じるようになったのか。ここは天体のチャンネルではないので、アダルト・チルドレンの話につながればいいだけなので、大まかにざっと解説します。まず最初は、1543年にコペルニクスが回っているのは地球の方だと言いました。でも最初はみんな信じませんでした。1600年代に入ると望遠鏡が発明されました。するとガリレオ・ガリレイが望遠鏡を使って天体を観測し、地球中心説では説明できない天体現象が続々と発見されました。この後にケプラーという人が惑星は太陽を中心に楕円軌道で回っていると言いました。補足すると、コペルニクスは太陽を中心に惑星が回っていると初めて提唱した画期的な人ですが、コペルニクスは地球は太陽の周りを、ちょっと大雑把に言っちゃいますけど、大雑把に言うと円軌道で回っていると言いました。でもこれは実際の観測データとズレがあったので、地動説を信じる人はまだ少なかったんです。でもケプラーの楕円軌道説は観測データとほぼ一致したので、少しずつ地動説を信じる人も増えていくのです。さらに止まったり加速したりしない等速直線運動では、そこに乗っている人は動きを感じないという慣性の法則が発表され、これで地球が動いていてもそう感じないという説明がつくようになりました。またニュートンは万有引力の法則で、太陽と惑星が万有引力で引き合うと惑星の軌道は楕円形になると発表しました。このように地動説を主張していた人たちが正しかったということを裏付ける証拠や説明がどんどん出てきました。ここでは便宜上コペルニクス、ガリレオ、ケプラー、ニュートンと4人しか出しませんでしたが、本当は他にももっと多くの人がいろいろな説を出しています。そのようなことを経て、
最終的にはみんな地動説を信じるようになったんです。地球は加速したり止まったりせずに、いつも同じスピードで動いているので、慣性の法則で我々は動いていないように感じてしまう。そして太陽は毎日東から昇り西へ沈んでいるように見えるという現実があります。この体感では絶対に信じられないことを信じられるようになるには、一つだけではなくて、いくつもの証拠が必要だったということです。さて本題に戻りますが、アダルト・チルドレンの場合も同じです。小さい頃に家庭環境や周りの態度を通じてできた俺は劣った存在、私は誰からも愛されない、このような堅くなな信念があると、体感ではこのように感じてしまうんです。だから絶対に間違いないと思っています。これを覆すにはたくさんの証拠や裏付けが必要です。では証拠や裏付けの集め方です。まずは気分が悪いとき、ネガティブな感情になっているときに、私は今何を考えているのかなと自分の思考をチェックして書き出してみてください。ここで大事なのは、なんとなくそう感じるではなくて、できるだけ具体的な言葉に落とし込むことです。例えば、営業の仕事で自分だけ成果が出せなかった。俺はみんなと比べて無能だ。思い起こせば前の会社でも成績が悪かったし、その前の会社でも同じようなことを考えていたし、学生の頃から俺は何をやってもダメだった。このように書き出したとします。データが少ないと自分の思考の癖や根っこの信念にまでたどり着けないかもしれないので、今後今と同じような感情になった時や今と同じような感情になっていた過去のことを思い出して、その時の思考もデータに加えていくと、自分の思考の共通点や根っこの信念が見つかりやすくなります。今と同じような感情になっている時というのは結構見逃しやすいんですが、例えば胸が締め付けられるようで苦しい、お腹がキュッとなる得体の知れない苦しさ、胃がキリキリする、喉が詰まるような感じ、このような身体的な異変にも注意をしておくと見つけやすいです。つまりお腹がキュッとなる得体の知れない苦しさを感じたときに、その瞬間考えていることをノートに書きます。すると次にお腹がキュッとなる得体の知れない苦しさを感じたときも、あ、この感じだ、今考えていることをノートに書こうと思い出せると思います。そしてデータを集めて、いつもこのような思考をしているなと自分の思考の共通点に気づいたら、今度はどんな信念があったらこのような思考になるのか考えてみてください。そしたら、俺は劣った存在というのが根っこにこびりついているということに気づけるかもしれません。あるいは別の人は、胸が締め付けられるようで苦しかったから自分の思考を点検して書いてみたら、恋人と喧嘩をしてしまった、いつも慣れてくると喧嘩をしてしまう、どうせまたいつものように捨てられるだろう、このようになったとします。いつものようにと感じるのは、いつも同じような思考をしているからかもしれません。そしてまた別の日に胸が締め付けられるようで苦しかった時に思考を書いてみたら、グループ LINE でみんなに既読スルーされた、誰も応答してくれないのはひどい、
みんな私のことを嫌いなんだろうとなったとします。しばらくしてまた胸が締め付けられるようで苦しいことに気づいたので書いてみたら、どうせ私は誰からも大事に思われていないとなったとします。このようにしてデータが集まったら、どのような堅くなな信念が根っこにあったら、このような思考ばかりが生まれてくるのか考えてみてください。そしたら、私は誰からも愛されないという信念があるなと気づけるかもしれません。このように身体的な異変にも注意をしておくと、自分の思考の癖や堅くななネガティブな信念に気づきやすくなります。堅くなな信念が見つかったら、次はそれが正しいか検証します。よく間違われやすいのですが、ネガティブな思考を無理やりポジティブに変えるのは違います。なので、自分が裁判官になって自分の思考を証拠に基づいて判断しましょう。一方的に自分が持っている堅くなな信念は間違っているという証拠を探すだけではなくて、その信念は合っていると思う証拠も探しましょう。例えば、俺は劣った存在という堅くなな信念を扱うのであれば、まずはこの思い込みを裏付ける証拠を挙げます。事実としてそうだと感じる出来事や記憶を書き出します。例えば、人によって違いますが、小学校の時に成績がいつもワースト5位以内に入っていた。中学でも成績が悪く、いつも親から怒られていた。社会に出てからも同僚はすぐに仕事を覚えているのに、自分はなかなか覚えられない。上司にいつも怒られている。となるかもしれません。次にその反対の証拠も探します。コツは本当に 100% 俺は劣っていると言えるのかと考えてみたり、それを覆す事実もあるはずだという立場で探してみることです。そしたら、過去にはこういう成功をしたこともある。優しい人に出会ったこともある。あの時は幸せだった。こういうのをたくさん探していきます。例えば、浪人をしたけども、一応大学まで出ている。アルバイトをしていた時は、アルバイトリーダーだった。今は全然仕事ができないけど、周りの会社ではリーダー的立場になったこともある。過去にあなたがいて助かったと言われたことがある。給料も平均的な給料をもらっている。自分は劣っている面も多いけど、優れている面もある。このようになったとします。ここまでを裁判になぞらえてみると、裁判では検察官は被告を有罪だと主張し、できるだけ重い刑を求刑する立場ですよね。堅くなな信念で言えば、俺は劣っているという信念を確定するための証拠を集めるのが検察官です。一方、弁護士は、被告は無罪、もしくは軽い刑でいいという立場の人です。堅くなな信念で言えば、反証となるポジティブな証拠を探します。この2つは相反するので、証拠に基づいてバランスを取る人が必要です。それが裁判官です。人間は誰でもいい面と悪い面がありますので、すべての面で俺は劣っていると決めつけるのは事実と合わないのが普通です。また、一度失敗した人が能力がない人ではありません。失敗は誰でもします。だから過去に失敗や批判を受けた経験があっても、
自分の伸びしろを意識するのが普通です。でも、堅くななネガティブな信念がある人は、一度失敗すると、まるで完全に能力がない人というように捉えてしまいます。これをバランスをとっていく必要があります。例えば、確かに過去にいくつかの失敗や苦い経験があって、俺は劣っていると感じてきた面もある。でも、浪人しながらも大学には合格できたし、社会人になってからも失敗しながらもある部門では成果を出している。今の自分は全く何もできないわけではなく、むしろ失敗しながらも成長してきている。あるいは、俺は営業成績は悪いが、学生時代は努力して成績が上がったこともある。だから今は営業成績が悪くても、やり続ければ少しずつ成長できるはずだ。このようになるかもしれません。もともと堅くなにネガティブ側に寄りすぎているものを、無理やりにではなく、証拠の範囲内でポジティブ側に戻していくようなイメージです。そのためにはポジティブ側の証拠をたくさん出しておく必要があります。地動説が最初は受け入れられなかったように、堅くなな信念の反証も最初から受け入れられるはずがありません。なので、たくさんの証拠が必要なんです。つまり頭で考えてみるだけでは足りません。なので、信頼できる誰かに本当に劣っているかどうか聞いてみる。バランスをとった思考に基づき行動してみる。やり方を変えてみる。積極的に挑戦してみる。などで今までとは違った証拠を集めることも大切です。そして過去の成功を、たとえ小さいものであっても、過去にこういう成功をした、過去にこうやって乗り越えた、などをメモ帳に書いて何度も見返しましょう。そして、堅くなな信念に基づく思考が湧いたときは、それをノートに書いておいて、週に一度、その行き過ぎた思考が本当に正しかったかどうか振り返ってみることがとても有効です。まだ他にもありますが、これだけあるんです。もちろん、すぐにコペルニクス的展開ができるわけではありませんが、このように証拠や裏付けを使いまくって少しずつでも変えていきましょう。今すぐには難しくても、頭の隅に入れながらデータや証拠を集めていくと、1年後、2年後、3年後は変わりやすくなるかもしれません。では、ポイントを振り返りながら補足します。小さい頃に家庭環境や周りの態度を通じて、俺は劣った存在、私は誰からも愛されない、私は迷惑な存在、このような堅くなな信念ができてしまうと、後の人生で本当に劣っているように、誰からも愛されないように、迷惑な存在のように感じます。それもただの予想ではなくて、体感でこう感じるのだから、絶対に間違いないと思ってしまいます。これは自己達成予言によって思い込み、行動、結果、思い込み、行動、結果という悪循環にはまっているのです。つまり、俺は劣っていると信じていると、挑戦を避けるので成功する機会が減ります。また、私は誰からも愛されないと信じていると、人に心を開けずに話しかけなくなるので、孤立しやすくなります。そこで、
やっぱりどうせ俺にはできない。やっぱり誰も私に興味がない。と、俺は劣った存在。私は誰からも愛されない。という堅くなな信念を強くし、いつしかこれは絶対的な真実だと確定してしまいます。アダルト・チルドレンの人生は事実として俺は劣っている。私は誰からも愛されないと感じる出来事ばかりが起こるのだから、それが事実としか思えません。でも本当はそこまで劣っていないし、あなたにだって好意を持ってくれる人はいるはずですよと言われても信じないと思います。そんな気休めやめてくれと感じる人もいるかもしれないし、もうそういう傷の舐め合いはヘドが出ると思っている人もいるかもしれません。このことを何回お伝えしても信じてくれないと思います。それでも地球は回っているんです。堅くななネガティブな信念から抜け出すには、ネガティブな思考を頭の中から出して可視化し、その思考をじっくりと再検討する必要があります。最終的にはコペルニクス的な展開を目指しているのですから、そのためには証拠や裏付けがたくさん必要です。正確な証拠を集められるようになるために、まずそう思い込んでいるのは、今までの人生での学習の結果であり、必ずしも事実そのものではないということをはっきりと認めましょう。つまり自分をダメだと感じる思考の癖を変えるには、感じているだけ、そう思い込んでいるだけかもしれないという視点を持つことが第一歩です。次にできるだけ証拠を集めるために、信頼できる人の意見を聞くとか、信頼できる人に自分の考えを話してみることも効果的です。それから自分が誘われないのは嫌われているからだというネガティブな思考が湧いたときに、現実の範囲内で別の解釈をすることも効果的です。例えば、声をかけてもらえなかったのは、私は愛されない存在だからだではなくて、相手が忙しいからだという解釈もできるはずです。また、積極的に行動して小さな成功体験を積み重ねることも証拠集めに有効です。仮に結果は成功しなくても、前より少しうまくできたということが成功体験です。そのような事実をこまめに振り返るのが重要です。ネガティブな堅くなな信念がある人は、なかなか周りの人の励ましや周りの人の言葉を信用できません。どうせこれは裏がある。どうせ口だけだ。このように感じてしまうことも多いです。でも、自己観察とたくさんの証拠や裏付けは、思い込みを変えるために大きな力になります。地球が動いているという知識は、一度や二度の説得や単発の観測だけでは身につかず、何度も何度も確かめられることでようやく認められるようになりました。同様に、自分はダメ人間だ、私は誰にも愛されないなどの思い込みを、自分は成長できる存在だ、私はみんなのように大切にしてもらえる存在だという確信に変えるには、時間をかけて小さな証拠を積み上げたり、心の中で何度も自分に言い聞かせたりすることを、自分自身が心から実感できるまで続ける必要があります。では、すぐにできることのコーナーですが、
このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自己達成予言で悪循環になっていることを見つけようです。自分の日常や過去の中でこういう思い込みがあって、それが自己達成予言になっているということを見つけてください。例えば、いつも会議で発言しないとします。その自分をよく見つめてみてください。すると、自分が発言しないのは、私の意見など誰も耳を貸さないという思い込みがあるからだ。だから会議などになると、自分が発言するとみんなにバカにされるだろうと感じているというのを見つけてみてください。そこまでいったらもう一歩進んで、自分が意見を言うことを避け続けてきたから、周りは私に意見を求めなくなっているのではないか。そしてその周りの態度を見て、私の意見など誰も耳を貸さないという思い込みを強くしているのではないかと考えてみてください。この動画で話してきたように、アダルトチルドレンは認知の歪みを持ちやすいです。認知の歪みがあると生き方を間違えます。受動的な生き方が人生を苦痛にしている。アダルトチルドレンが陥りがちな間違った生き方などの動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。